楽器の価値だけで判断すると、本当のコストは見えません。楽器の本体価格は、ギターを続けるためのコストの一部に過ぎないです。サイレントギターは高いという印象を持つ方はいらっしゃると思います。しかし、この判断は、比較対象を正しく設定していない場合が多いのではないでしょうか。楽器の本体価格だけを比較しても、楽器を続けるためにかかる総コストはなかなか見えません。今日は音楽教室、防音室、サイレントクラシックギターを選んだ場合の総コストを5年という時間軸で正直に比較してみたいと思います。コストの比較に入る前に1点確認します。音楽教室に通うことや防音室を持つことを否定しているのではありません。それぞれの固有の価値が必ずあります。ただし、自分で学習できる環境を整えたい方、一人で完結させたい方にとってコストの全体像を正確に把握することは正しい判断に直結します。まず、音楽教室に通った場合のコストを見てみます。月謝と年間費用の実態。個人レッスンの音楽教室の月謝はだいたい週1回30分レッスンで月1から2万円が相場かなと思います。年間費用は12万円から24万円。これを3年続けると36万円から72万円。5年続けると60万円から120万円になります。月謝以外にも教材費や楽器のメンテナンス費用、発表会などの参加費が加わるケースがありますね。もちろん、いい先生について学ぶことは、独学では得られない価値があります。この価格以上の価値があることは十分理解できます。これは私も実体験としてあります。技術の誤りを早期に発見し、修正してもらえること、モチベーションの維持に他の方の関与が有効な場合が多々あること。これらは教室通いの正当な価値です。ただし、教室に通うことが目的ではなく、ギターを弾けるようになることが目的である場合、このコストが唯一の選択肢である必要はないことも事実です。時間コストの計算をしてみます。教室への往復時間は立地によりますが、週1回で往復30から60分として、年間26から52時間になります。5年間では130から260時間。この時間を直接練習に当てることができれば、技術面での効果は無視できないです。時間コストを金額に換算する必要はもちろんありませんが、時間は有限であり、その使い方の機械コストはしっかりと存在しています。防音室を設置した場合のコスト。初期費用の現実として、組み立て式の簡易防音室は30から80万円ぐらいですか？本格的な防音工事だと100万から300万円以上。これらは初期費用であり、維持費や光熱費が加わる場合もあります。賃貸住宅では工事自体ができないケースも多くあると思います。組み立て式でも設置スペースが部屋の有効面積を削ってしまいます。引っ越しの際には撤去や処分費用も発生します。防音室では解決しない問題もあります。防音室を設置しても指の痛みの問題は解決しないでしょう。楽器選びの問題も残ります。練習習慣の形成も防音室としては別の問題として存在します。高額なコストを投じて音の問題を解決した後も他の要因で挫折するリスクは依然として残っております。防音室は音の問題を解決してくれますが、継続の問題は解決に限界がある。この点を理解した上でコスト判断をする必要があります。サイレントクラシックギターを選んだ場合のコストを見てみます。初期費用と解決できる問題の範囲。サイレントギター、このクラシック系はだいたい7万円から8万円前後くらい。コンパクトなスピーカーは1万円程度。私の愛用しているものは数千円で買えます。弦などの消耗品、年間数千円です。これが必要なコストの全体ではないでしょうか。
この組み合わせで、音の問題、指の問題、夜間練習の制約、持ち運びの利便性を同時に解決することができます。防音工事も必要ないですし、これはもちろん個人差がありますが、教室もいらないかもしれません。移動時間ゼロ。そして長期間同じ楽器を使い続けることで買い替えコストも発生しませんね。そして5年間の総コストを比較します。音楽教室週1回5年間で、先ほどの通りだいたい60から120万円。防音室の設置で、簡易型の場合で30から80万円。サイレントクラシックギターは初期費用約10万円程度。それ以後の追加費用は最小限となるでしょう。数字を並べるとコストの差はかなり見えてきます。5年間の総コストで見ると、サイレントクラシックギターの選択がコストパフォーマンスが高い場合が多くあるでしょう。コストで語れない価値についてもしっかりと言っていきます。音楽教室の先生から受ける直接の指導には、数字では測れない価値があります。技術の誤りを客観的に指摘してもらえる。そして、音楽の表現について深い議論ができる。モチベーションが継続的に支えられる。これらは独学では得にくい体験です。コスト比較は判断材料の一つであり、唯一の判断基準ではありません。大切なのは、自分が求める体験とそのためのコストを正確に把握した上で選択することです。なんとなく安かったから、周りがそうしてるから、と理由での選択が後悔を生んでしまいます。コストの全体像を見た上で、自分に合った選択をすることが後悔のない判断につながるでしょう。まとめです。コストは本体価格だけで判断しないこと。総コストで比較しましょう。楽器の選択はコストの問題でもあります。本体価格だけを見ると高く見える選択肢が、総コストで見ると最も安い場合があります。今日、自身がギターに投じようとしているそのコストの全体像を正確に正直に計算してみてください。その計算が後悔しない選択への第一歩です。最後までご視聴いただきありがとうございます。サイレントギターとクラシックギターについて論理的な視点で動画を出しております。興味があればチャンネル登録しておいてください。困っていることやリクエストがあればコメントで教えてくださいね。別の動画で取り上げていきます。それから一つだけ。概要欄に無料の練習設計図を受け取れる登録フォームリンクを貼っております。15分の練習設計図から始まる5日間のメールプログラムです。まだ受け取っていない方は概要欄から確認してみてください。フリーマンでした。ではまた。